ロマンティックチュチュにクラシックチュチュにトーシューズ。歩み組の皆さんおはようございます。あゆみです。今日は前回と前々回でさ、5つの時代のさ特徴をさざーっと話したじゃない。まだ見てない人よければ動画この辺にあるし、概要欄にもリンク貼っとくので見てみてください。で、5時代の特徴を話したから、次は衣装について話していきます。で、ちょっとさ、今日衣装について話すからさ、ちょっと見えるところだけでもおしゃれしようと思って、ちょっと頑張っておしゃれしたんだけど、はい、まあこんなことは置いといてですね。それでは今日も行ってみますよ。5つの時代の衣装について話していく前に、まず2つ皆さんにお伝えしたいことがあります。で、まず1つ、衣装って2つ漢字があるのはご存知ですか？衣装と衣装があるんですけど、みんながよく見る衣装の方はいわゆる洋服のことです。私が今着てるこういう洋服も衣装だし、どっちかっていうと普段の洋服のことを衣装って言います。で、私が今日使ってる衣装の方はコスチュームとか、あとはステージ衣装とか、本番の時に着るものとか、そういう時の衣装をこっちの漢字で使います。衣装の漢字2つあることをまず皆様覚えておいてください。私が今日話していくのは下の方です。はい。で、次2つ目。今日私が主に話していくのは女性の衣装とかについてですね。特に前半3つ。なんでかっていうと、男性の衣装はあんまり変わらないからです。昔からタイツ履いてるし、かぼちゃパンツみたいなの履いてるし、今はかぼちゃパンツみたいなの履いてなかったりとかもするけど、タイツは昔の宮廷バレー時代からの名残なので、今も履いてるでしょ、男性タイツ。だからなんかそういうものとかがあまり変わらないので、女性の衣装を中心に今日は話していきたいと思います。てなわけで早速今日のボードを見せていきますよ。5つの時代の衣装についてボード1枚にまとめてみました。で、青字で書いてあるものは前回の復習です。黒いのが衣装についてです。宮廷バレーから見ていくよ。宮廷バレー、衣装も豪華、重い&長い。ロマンティックバレー、ロマンティックチュチュとトーシューズ。いよいよポイントが生まれます。クラシックバレー、クラシックチュチュ。バレリュス、衣装も一流アーティストとコラボ。バレエの多様性、衣装にも多様性がの5つ、今日も順を追ってやっていきたいと思います。はい、それではまず宮廷バレエからいきますよ。出たよね。宮廷バレエなんだけど、宮廷バレエ貴族のたしなみだったってさ、前回話したじゃない。で、衣装ももちろん豪華なわけよ。裾が引きずるぐらい長かったの。足先しか見えなかったの。なんでかっていうと、女性この時代足を見せるのが NG だったんだよね。ダメだったの。だからそんだけ長いスカートを履くのが礼儀だったんだよね。それによってステップとかもジャンプとかさ、こう入れるべとかさ、軽快なステップとかさできないんだよね。重たいし長いから。だからこう床にフォーメーションを描く動きが多かったりとか、あとはちょっとしたこうかかとコンコンってやるステップとかはあるんだけど、宮廷バレエってどんなんだろうって思う人は宮廷バレエで調べてくれたりとか、あと眠れる森の美女の2幕の前半のダンスシーンって割とこの宮廷バレエっぽい動きが多いので、ちょっとそれ見てみたりしてください。で、ちなみに男性なんだけど、男性はこの時代からタイツを履いてました。なぜなら男性は足見せ OK だったんだよね。で、その時から履いていたタイツの名残が今でも男性がね履いているタイツになります。のでこの時からもうすでに男性はタイツを履いてました。で、ちなみにレオナルド・ダ・ヴィンチも衣装を手掛けたりとかしてたらしいんだよね。すごくない？モナリザの人。はい、以上宮廷バレエです。ロマンティックバレエいきます。ドン。はい。で、ロマンティックバレエ前回この世のものではないっていう言い方をしてたんだけど、ちょっと今回言い方を変えました。非現実の方がなんかしっくりくるなって思って。身分違いの恋とかさ、異国情緒とか
あるじゃん実際。だからまあ非現実的にしました。自分からちょっと離れているっていうことで非現実っていう表現に変えさせていただきました。でこの時代とうとうロマンティックチュチュとトーシューズが生まれます。バレエといえばだよね、チュチュとトーシューズって感じだよね。でロマンティックチュチュもトーシューズも何のために生まれたかっていうと、現実離れしたものを表現するために生まれました。でこの時代さ、非現実的なものとして妖精とか亡霊とかさ表してたじゃない、ジゼルとかラッシュルフィードとかで。でそれの軽さとかを出すためにこう指を折った状態での背伸びよりもっと高いところに立つ必要があったんだよね。そうすることで非現実的な軽さとかを表現したかったの。だからトーシューズっていうものが生まれました。でロマンティックチュチュは何のために生まれたかっていうと、こうチュールがさ何枚にも重なってこういう円錐型の形をしてるんだけど、それはダンサーがこう動くことによってダンサーの後をついてきてこうふわふわ柔らかくなびくんだよね。それが女性的で柔らかくて素敵だったの。でそういうものが必要だったらしくてロマンティックチュチュっていうものは生まれました。この時のチュチュは今より長くてボディにはコルセットが入ってました。だから自由が利きにくくて重たい。でチュールの生地には木綿が使われてて、その背景にはイギリスで起きた産業革命があります。なのでこの辺の社会的な世界史的なところとも関わってくるので、そのうちまたじっくり話していきます。でポワントについてなんだけど、ポワントは今さっき見せたこういうトーシューズみたいに先がさ硬くないかったんだよね。これ硬いじゃん。でこの時のトーシューズは薄っぺらで先も超細くて何も入ってなかったらしいの。でさっき見てもらったように今のトーシューズには立てるように先が硬くなってます。でもそれだけでそれで立ってたってすごい頑張ってるよね、当時のロマンティックバレエの人たち。すごいなと思います。でトーシューズとかあとチュチュたちに関してはまたちょっと別でじっくり触れていきたいので、今日はこの時代に生まれたよってことだけ言っておきますね。なのでロマンティックチュチュとトーシューズが生まれたこと、今のバレエにも欠かせない2つなので覚えておいてください。はい、次クラシックバレエいきます。ドン。はい、何を隠そうクラシックチュチュが生まれた時代です。さっきのロマンティックチュチュと何が違うかっていうと、丈の長さと広がり方が違います。なんでこの時代に広がってる傘みたいなチュチュが生まれたかっていうと、この時代さ技術が超進んでったの覚えてる？32回転のフェッテとかさでジャンプもみんなすごいボン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 飛ぶようになったりとかして、だからこのロマンティックチュチュみたいなこういう長いスカートがね邪魔だったんだよね。で技術がどんどん進んでいったことによって技をどんどん見せていく必要があったの、お客様たちに。だからその技がもっと見えやすいように踊りやすいようにチュチュも短くなりました。で今みんながよく思うバレエのチュチュってこんなんでしょじゃない？多分バレエをあんまりご存じない方もこのチュチュのイメージはあると思う、だよね。今のバレエの原型ができたのはこのクラシックバレエの時代です。次バレエリウスドン。はい、何を隠そうこの時代はセルゲイ・ディアギレフの時代だと私前回言いましたね。プロデューサーセルゲイ・ディアギレフのおかげでバレエリウスは衣装も一流アーティストとどんどんコラボをしていきます。でバレエリウスって衣装も最盛期だったと私は思ってるのね。ものすごくカラフルでものすごくいろんなデザインがあって、それを一流アーティストが手掛けてるっていう。でどんなアーティストとコラボしてたかっていうと、例えばレオン・バクストとか、例えばココ・シャネルとか、例えばマリー・ローランさんとか、なんとなくみんなも聞いたことあるんじゃない？特にココ・シャネル。ココ・シャネルに関しては水着をそのまま衣装にしたりとかしてるのね。なんかこの辺もバレエリウスのところで詳しくは触れていきます。でバレエリウスの作品のアイテムとして使われてたものがそのまま社交界での定番アイテムとか人気アイテムになったものがあって、例を挙げるとシェヘラザードっていう作品で使われてた
ターバンとかハーレムパンツとか、ちょっとこうインドっぽいようなアラビック系の空気を感じるものが社交界でねすごいねブームになったりしてるんだよね。あとはレオタードがこの時初めて衣装で生まれました。で今みんながレッスン着として着てる人が多いと思うんだけど、それは1900年代の半ばにやっとレオタードが稽古着になりました。それまではね衣装で稽古してたらしいんだよね、みんな。もちろんこれも諸説あると思うけど、衣装で稽古とか私はね考えられない。汗めっちゃかくもんそんないろんな裏話があるバレエリウスです。で、バレエリウスはバレエの衣装だけで展覧会が開かれるぐらい、本当に衣装はねなんかすごいってすごい陳腐だけど、すごいカラフルでいろんなデザインがあったんだよね。だからちょっと気になる人はぜひ調べてみてください。またバレエリウスのところで詳しく話します。はい、次ラスト、バレエの多様化いきます。ドン。はい、バレエの多様化。一応バレエリウス・ド・モンテカルロから世界へって書いたんだけど、まあ今回の衣装にはあんまり関係ないかな。とにかくバレエ作品の衣装にも多様性が生まれます。バレエリウスでさ散々あんだけ生まれてるんだけど、さらに多様性が生まれるんだよね、この時代は。でちょっと本当にキリがないんですよ。多様性ありすぎてキリがなくて、今もどんどん進化はしてるので、私が特徴的だなって思ったとりあえず3人のアーティストの衣装たちを挙げてみます。モーリス・ベジャールのボレロ、ピナ・バウシュの春の祭典、それとウィリアム・フォーサイスの The Vertiginous Thrill of Exactitude、 日本語にすると精密な不安定のスリル。日本語にしてもよくわかんないよね。でもねこの作品ね結構面白いんだ。私ねなんかね音楽とね振りがね結構好きで、モーリス・ベジャールのボレロ、これはだいたい男性が中心で踊ってるんだけど、ベジャールのボレロは上半身は何も着てなくて、下半身は黒いパンツだけ履いてます。パンツじゃなくてズボンね、黒いズボンを履いてます。でピナバウシュの春の祭典、これはスリップキャミソールのベージュのドレスを女性は着てます。で男性はベジャールのボレロと同じく上半身裸で黒の下半身は黒のズボンとかだったりします。で春の祭典はね見たことない人はね本当にちょっと見てみてほしいんだけど、生贄っていう人が春の祭典どの番にも生贄っていう人がね生まれちゃうのね。でピナバウシュの春の祭典に関してはその舞台上で誰がその生贄になるかが決まるので、生贄になるとこの赤いドレスを着るんだけど、ちょっとね見てみてほしい。私はね好きです。見ると辛くなるけど好きです。でフォーサイスの精密な不安定のスリル、精密な不安定のスリル、これはもうねダンサーたちの超絶技巧が光る作品で、チュチュ見てみて、横にさこうなってるけどさ、なんかチュール素材じゃなくない？ふわふわしてないしさ、なんか男性も短いスパッツみたいな感じだよね。もうねダンサーのねスキルが光るんですこの作品は。なのでぜひ見てみてください。はい、復習をするよ。宮廷バレエ、衣装も豪華、重い&長い。ロマンティックバレエ、ロマンティックチュチュトーシューズ生まれました。クラシックバレエ、クラシックチュチュ生まれました。技術の進化によるものです。バレエリス、衣装も一流アーティストとコラボ。バレエの多様化、衣装にも多様性がです。で、最後に今日はジョージ・バランシンが振り付けしたジュエルズっていう作品を紹介したくて、これはジュエルズ、宝石たちの踊りなんだけど、エメラルドとルビーとダイヤモンドでできてるのね。でエメラルドは割とこうロマンティックチュチュ系なでフランスっぽい振りを踏襲してるんだよね。でルビーはバレエリウスとか、あとバレエの多様性とかのすっごい短いスカートに女性の足が全部見えてて、
で割とステップも音楽も現代的でっていう感じで、ダイヤモンドはクラシックスタイルだね。ロシアンスタイルを踏襲してて、クラシックチュチュにチャイコフスキーの曲ですごい荘厳な曲でいい振り付けで、この3つの時代、エメラルドとルビーとこのダイヤモンドっていうのを見ればだいたいこう各時代の特徴とかが見てもらえるかなって思ったので、最後にジュエルズを今回は上げてみました。なのでちょっと全部で1時間半あるから、最初の触りちょっとずつだけでも見てみてください。概要欄にリンク貼っときます。はい、以上です。次回なんだけど、どうしようかなって2つ考えてて、1個目は5時代をさ、それぞれの特徴をやったじゃない？だからその5時代のつなぎを先にやるか、もう宮廷バレエから細かいところに入っていくかをちょっと悩んでて、私の勉強の進むスピードでどっちをするか決めていくので楽しみにしててください。それじゃあまたね。バイバイ。32回転の違うわ、この時代にはロマンティックバレエに生まれたポアントが割と今のポアントみたいに近くなってきました。先が四角くなって硬くなってて、その進化もあってなのか32回転のフェッテがね回れるようになったんだよね。でピエリーナ・レニャーニっていう人がね1892年に初めて32回転回ったらしい。ポアントもこの時代にはほとんど今と同じような形になってました。はい、以上クラシックバレエです。